こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、私も大好きでとにかく美容にいいという酒粕ご紹介したいと思います。酒粕はですね、日本酒を絞った粕なんですけれども、粕という名前にしてはもったいないぐらい美容のための栄養がとっても豊富なんです。まずビタミン B 群ですね、代謝をアップさせて肌を代謝して皮膚の健康を維持させてくれたり、あと食物繊維、オリゴ糖も豊富で便秘対策、腸活にもおすすめです。さらにですね、メラニン色素の活性化を抑える働きもあるということで、シミ予防も期待できるということです。さらにすごいなと思うのがレジスタントプロテインって皆さん知ってますかね。タンパク質の一種なんですけれども、体内の余分な脂肪を排出させてくれるという効果があるそうです。もう毎日取らない手はないかなと思います。で、今回はせっかくなので、酒粕と他の発酵食品合わせてさらに、腸活効果も期待できるような簡単な料理を3つご紹介していきたいと思います。1つ目が酒粕とキムチを合わせた酒粕キムチグラタン。ホワイトソース使わずに長芋を使った簡単なグラタンです。2つ目が酒粕味噌の根菜ご飯ということで、炊き込みご飯に酒粕を入れます。もう全然酒粕のアルコールの感じがしなくて、とっても美味しいご飯に仕上がりますし、根菜たっぷりで食物繊維もたくさん摂れるご飯です。そして3つ目、ちょっと意外かもしれないんですけれども、ヨーグルトと酒粕を合わせた酒粕シーザーサラダになります。チーズを使わなくても酒粕の風味でシーザーサラダ風のドレッシングが簡単に作ることができます。この3つとっても簡単なので、ぜひ試してみていただけたらと思います。ただ酒粕はですね、アルコールが含まれていますので、加熱してある程度は飛ぶと思うんですけれども、アルコールの弱い方とかアルコールに気をつけられている方は注意していただけるといいと思います。酒粕はですね、種類があります。このようなちょっと硬いですね、板状になってたりバラバラしてたりするんですけれども、板粕と呼ばれているもの、もしくはバラ粕と呼ばれているものですね。もしくはペースト状になっている練り粕というものがあります。練り粕はですね、そのまま使っていただけるんですけれども、板粕はですね、ちょっと溶けづらいのでペーストにしておくとすごく便利です。簡単なのでやり方ご紹介します。耐熱ボウルにですね、板粕をちぎり入れます。こちらでお水をかけて、ラップをせずにですね、電子レンジ 600W で1分20秒加熱します。はい、加熱できました。ちょっとね、酒粕が柔らかくなってとろっとしてると思います。そしたらですね、混ぜ合わせていきます。はい、全体に水分が行き渡れば OK です。こうするとですね、ゆるっとして溶けやすいので、すぐ使いやすくて便利です。このまま粗熱が取れたら保存容器に入れて冷蔵庫で1週間ほど保存可能です。今回はですね、この酒粕ペーストを使って簡単に作れるダブル発酵の発酵料理3つご紹介したいと思います。ぜひ試してみていただけたらと思います。まず酒粕×キムチのダブル発酵、酒粕キムチのグラタンご紹介したいと思います。材料の説明です。まず長芋、キムチ、酒粕、お醤油、ピザ用チーズになります。長芋は皮を剥いて袋で叩いていきたいと思います。長芋もですね、食物繊維がすごく豊富で便秘対策にもいいですし、カリウムなどミネラルも豊富なのでむくみ対策にもおすすめです。長芋はポリ袋に入れます。そして綿棒で叩きます。はい、お好みですけれども、ちょっととろっとした感もあってところどころ塊もあるぐらいがおすすめです。長芋のね、食感も楽しめてとろっとしたソース感も楽しめます。そしたらですね、この袋にもう材料を入れて混ぜちゃいたいと思います。まずキムチですね。発酵食品キムチ、こちらも旨味もあってね、栄養価もたっぷりです。酒粕との相性も抜群です。そして酒粕ですね。そしてお醤油入れます。こちらでですね、もうこの袋で混ぜてしまいます。全体が均一になれば OK です。では耐熱皿にですね、こちら入れていきます。いい香り、美味しそうですね。そしてここにチーズ、
ちらで、チーズがこんがりとするまでトースターで焼きます。焼き上がったと思います。開けてみます。うわー、美味しそうです。こちらで出来上がりになります。では次に酒粕×味噌のダブル発酵ご飯、酒粕味噌の根菜ご飯ご紹介します。まずお米30分浸水させてざる揚げしたものになります。そして鶏もも肉、レンコン、人参、だし、酒粕、味噌、みりん、そしてあればお好みで三つ葉になります。では調味料を混ぜ合わせます。まず酒粕、味噌、そしてみりん、こちらで全体を混ぜ合わせます。全体が混ざればこちらで OK です。では具材を切っていきます。まずレンコンですね。レンコン今回香りを生かしたいので皮ごと切ります。5ミリほどの厚さのいちょう切りにしていきます。ちょっとねホクホク感も楽しめると思います。そして人参は短冊切りにしていきます。だいたい 2,3 ミリぐらいの厚さの短冊切りにします。今回食物繊維がたっぷりなので腸の調子も整えてくれますし、あと人参はですねベータカロテンが豊富なので肌の調子も整えてくれます。すごくね美容にも嬉しいご飯だと思います。そして鶏肉も切っていきます。鶏肉はですね 1,2 センチ四方に切ります。それでは炊飯器の内釜にお米、そして先ほど混ぜ合わせた調味料と酒粕ですね、たっぷり入ります。お出汁を2合の目盛りまで入れていきます。2合の目盛りまで入れられたらですね、調味料が全体に行き渡るように軽く混ぜます。そしてですね具材を入れていきます。人参とそしてお肉も散りばめます。このまま普通に炊飯していきます。では炊き上がりました。開けてみたいと思います。ドキドキ。うわー、すっごくいい香りがしてます。美味しそう。では混ぜ合わせます。さっくり、おこげもできてる。美味しそう。さっくりと混ぜ合わせて、根菜のいい香りもしますし、酒粕のアルコール臭さはないですね。とってもいい香り。では盛り付けます。おこげ美味しそう。せっかくなのでおこげ見えるように盛りましょう。そしたら好みで三つ葉をのせます。こちらで出来上がりです。3品目、酒粕×ヨーグルトのダブル発酵になります。酒粕シーザーサラダ、材料の説明です。まずレタスですね。そしてヨーグルト、酒粕、オリーブオイル、塩になります。シーザードレッシング作っていきます。ヨーグルトですね。ヨーグルトも発酵食品なので酒粕との相性もすごくいいです。そして酒粕入れていきます。今回チーズ入らないんですけど、この酒粕の風味でシーザーサラダ感が出ます。そして塩、オリーブオイル、こちらで全体を混ぜ合わせます。全体をしっかり混ぜられたらシーザードレッシング出来上がりです。こちらもちろんサラダだけじゃなくて焼いたお肉とか魚なんかでも美味しいです。そしたらお好みのレタスにかければ出来上がりです。美味しそう、濃厚ですね。こちらで出来上がりになります。
は酒粕の発酵料理3選いただいてみたいと思います。いただきます。まず酒粕とヨーグルトの、酒粕シーザーサラダ、美味しそう。すごいね、混ぜてる時もいい香りしました。チーズが入ってないのにチーズのようなコクがあります。これ酒粕のおかげですね。今回レタスサラダにかけましたけれども、他のサラダとか焼き野菜でも美味しいですし、焼いたチキンなんかでも美味しいと思います。ぜひこのシーザードレッシング試してみていただきたいです。そして次、グラタン。これは、酒粕にキムチを合わせた酒粕とキムチのグラタンになります。焼いてる時いい香りがしました。美味しそう。長芋がとろっとして、でちょっとコロコロしてる長芋はシャキシャキとして、そしてキムチのシャキシャキ感もすごくいいです。ホワイトソースを使わないグラタンですっごいヘルシーなんですけれども、酒粕を入れてることによってコクがあってキムチの辛みがまろやかになってると思います。美味しい。そしてこれすごくね、食べやすいです。酒粕の風味が苦手っていう方もね、こういうキムチとかチーズと合わせるとマイルドになって食べやすくなると思います。そして最後、ご飯ですね。酒粕の根菜ご飯。今回レンコンと人参たっぷり入ってます。ではこちらもいただきたいと思います。おこげが美味しそう。せっかくなのでおこげいただきます。これは根菜の甘みと鶏の旨み、そして味噌の甘みが全体をまとめてくれてる感じです。で酒粕感は言わないとわからないかななんて思いますので、酒粕の栄養素摂取したいわなんていう時に炊き込みご飯に入れていただくっていうのも一つあるのかなと思います。すごい美味しい。お野菜の甘みが引き立ってますね。とっても美味しいです。今回は酒粕×ヨーグルト、酒粕×キムチ、酒粕×味噌、発酵食品をたっぷり取れる料理ご紹介しました。酒粕はですね、本当に美容にいいそして太りづらくなるということで、私もそうですけれどもいいことずくめだななんて思いますので、ぜひ酒粕日々試してみていただければと思います。私はですね、酒粕大好きなので、以前の酒粕が好きっていう動画とか、あと、酒粕を使った粕汁とか、粕漬けの作り方とかですね、あと酒粕チーズケーキなんていうおやつもご紹介してます。よければ合わせてご覧いただけたらと思います。これからも季節に合った料理、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。